日本の城郭建築の頂点に君臨する姫路城は、その純白の姿から白鷺城の愛称で親しまれています。この城は単なる要塞以上の存在で、日本の歴史と文化を体現する貴重な遺産なのです。姫路城の起源は古く、14世紀末まで遡ります。当時の領主赤松則村が砦を築いたのが始まりとされています。その後、豊臣秀吉の時代に本格的な城郭へと拡張され、江戸時代初期に池田輝政によって現在の姿に近い形に完成しました。城の特徴的な白壁は美しさだけでなく実用的な目的も持っています。漆喰を塗った白壁は耐火性に優れ、敵の火攻めから城を守る役割を果たしました。また白壁は遠くからでも目立つため、威厳と権力の象徴としての効果も高かったのです。姫路城の構造は防御性能の高さで知られています。天守を中心に複雑に入り組んだ車やろ、石垣が陸へにも配置されており、敵の侵入を困難にしています。特に迷路のような構造の迷い破風は侵入者を混乱させる巧妙な仕掛けとして有名です。城内には74もの櫓が設けられています。これらの櫓は単なる見張り台ではなく、それぞれが独立した防御拠点として機能するよう設計されています。敵が城内に侵入しても角櫓で抵抗できるようになっているのです。姫路城の天守は地上約 46.4 メートルの高さを誇ります。この高さは当時の木造建築技術の限界に挑戦したものでした。天守は5層6階の構造を持ち、各階には様々な仕掛けや工夫が施されています。例えば天守内部の階段は急勾配で、しかも各階で位置が変わっています。これは敵の侵入を遅らせるための策略です。また天守の最上階には武器庫が設けられ、籠城時の最後の抵抗拠点として機能するよう設計されています。姫路城の石垣も特筆に値します。高さ約 14.5 メートル、全長約 2.8 キロメートルにも及ぶ石垣は城の堅牢さを物語っています。石垣は単に積み上げられているのではなく、細部まで緻密に計算されて築かれています。例えば石垣の勾配は上部に行くほど緩やかになっています。これは地震や大砲の衝撃に対する耐性を高めるための工夫です。また石垣の隙間に小石を詰める刀込めという技法も用いられ、石垣全体の安定性を高めています。姫路城の美しさはその機能性と不可分です。例えば屋根の反りは単に美しいだけでなく、雨水を効率よく排水する役割も果たしています。また漆喰の白壁は美観を保つだけでなく、建物の劣化を防ぐ効果もあります。城内には約1000本の桜の木が植えられています。春になると白壁と桜の花びらが織りなす景色は絶景として知られ、多くの観光客を魅了しています。この景観は城の防御機能を損なうことなく、美しさを追求した先人の知恵の結晶とも言えるでしょう。姫路城は1993年に法隆寺とともに日本で初めてユネスコ世界文化遺産に登録されました。これは姫路城の文化的歴史的価値が国際的に認められた証と言えます。世界文化遺産登録により姫路城の保存と活用に対する取り組みはさらに強化されました。城の保存には多大な労力と費用がかかります。特に木造建築である姫路城は定期的な補修や修復が欠かせません。2009年から2015年にかけて行われた大規模修復工事では約250億円の費用がかかりました。この修復工事では天守の屋根瓦の吹き替えや漆喰の塗り直しなどが行われました。工事中も観光客を受け入れるため、天守を覆う足場に展望台を設置するなどユニークな取り組みが注目を集めました。姫路城の魅力はその歴史的価値だけではありません。現代においても城は地域のシンボルとして重要な役割を果たしています。例えば毎年8月に開催される姫路城焚き技能は城を舞台にした幻想的な伝統芸能イベントとして人気を集めています。また姫路城は映画やドラマのロケ地としても頻繁に使用されています。黒澤明監督の「ラン」や NHK 大河ドラマ「軍師官兵衛」など数多くの作品に登場しています。これらの作品を通じて姫路城の魅力は国内外に広く発信されています。姫路城の周辺には城下町として栄えた町並みが残っています。城と一体となった町づくりは日本の都市計画の歴史を物語る貴重な例と言えるでしょう。現在でも城を中心とした放射状の街路や武家屋敷の跡などを見ることができます。姫路城の維持管理には最新技術も活用されています。例えばドローンを使用した城壁の点検や 3D スキャンによる城の詳細な記録作成などが行われています。これらの技術は効率的な保存活動に貢献するだけでなく、将来の修復作業にも役立つと期待されています。
姫路城の魅力を深く理解するには城そのものだけでなく周辺の文化や歴史にも目を向ける必要があります。例えば城下町にある神社仏閣は城と深い関わりを持っています。特に城の鬼門にあたる方角に建てられた護国神社は城を守護する存在として重要視されてきました。城内には戦国時代から江戸時代にかけての武具や調度品なども展示されています。これらの展示品は当時の生活や文化を知る上で貴重な資料となっています。例えば武将たちが使用した甲冑や刀剣は当時の技術水準の高さを物語っています。姫路城の魅力は季節によっても変化します。春の桜、夏の新緑、秋の紅葉、冬の雪景色など四季折々の姿を楽しむことができます。特に雪化粧をした姫路城は雪の白鷺城と呼ばれ幻想的な美しさで知られています。城の保存と活用のバランスは常に議論の的となっています。観光客の増加は経済効果をもたらす一方で過度な観光化は城の価値を損なう可能性もあります。このため姫路市では入場者数の制限やガイドツアーの充実などさまざまな取り組みを行っています。姫路城の魅力は建築物としての美しさだけでなくそこに込められた先人たちの知恵や技術、そして歴史の重みにあります。400年以上の時を経てなお私たちを魅了し続ける姫路城、それは日本の文化と精神を体現する貴重な遺産なのです。